いうものは皆悪でできている。だからこそ善を求める。そう思わないか？そうだ、これは私の決まり文句。いつも冒頭にはこう言っている。あ、そうだ。私のことが初めての方もいると思うから少しだけ私の話をさせてもらおう。私はニューヨークで生まれ育ったユダヤ人の映画監督だ。アマチュア時代の自主制作映画は6本あって、大手メジャーで映画を撮るようになってからは、30から70歳で亡くなるまでに10本撮ったからそうだ。4年に1本のペースで撮った。いや、そんなことない。まったく。オリンピックだって4年に1回だ。そう悪かないペースだろう。私の撮った映画は、スパルタカス、ロリータ、博士の異常な愛情、それに、時計仕掛けのオレンジ、フルメタルジャケット、2001年宇宙の旅、最後に撮ったのは、アイズ・ワイド・シャットだ。あのトム・クルーズの相手役になってくれた、そう、私の友人の映画監督、シドニー・ポラックが、ドクター・ジグラーという役で出ている。よければ見てくれ。あれには私の映画人生をすべてつぎ込んでいる。そう。やれることはすべてやった。私は随分と頑張ったつもりだ。だが、1999年3月7日、あの日で少しだけ私の置かれた状況が変わった。イングランド東部のハートフォードシャーの私の自宅でだ。あの日は実にいい朝だった。いつものようにコーヒーを大きなマグカップで注いで、いや、もちろんコーヒーはアメリカンだ。当たり前だ、アメリカ人なんだから。で、三角に切った焼き目のあるトーストを何枚か無造作に重ねて、ジャムをつけて食べるんだ。もちろん私の好きなジャムはいつも決まっている。チップトリーのマーマレードだ。そこにそのマーマレードジャムを塗った。ちょうどその時だった。私の心臓がピタリと止まった。そう。止まってしまった。だがこれは仕方がない。神との契約なんだから、そうでしょう。もう少し時間も欲しかったが、これがあなたの契約だ。今はここにこうやっているが、相変わらず私は実は次の映画の脚本を書き続けている。そう、今構想しているのは。とても奇妙な、難しい話だ。だから、それに合うキャラクターを探すのが非常に難しい。結局私は何度も書き換えている。だがね、いいやつがやっと見つかった。悲しいかな。そう。その男の名前は、マイク・リンチだ。2024年8月17日、今年のことだ。とんでもなく悲劇的な最後を迎えたアイルランド人のビリオネだ。そう。あのビリオネア、マイク・リンチだ。おい。ちょっといいか。マイク・リンチ知らないのか？マイク・リンチだ。あのマイク・リンチ。そうか。日本じゃ彼のことをほとんど報道しないから誰も知らないんだろう。じゃあ少しだけ説明しよう。マイク・リンチ。イギリスのビル・ゲイツと呼ばれ、世界中で彼の名前を知らない者がいないぐらいの成功者だ。俗に言う IT 長者。マイク・リンチは、そう、彼の生まれたのは1965年。今から59年前。アイルランド人の消防士の父と母は看護師というごく普通の中流階級の家に生まれた。彼の父親はさしたる学歴がなかったことを非常に悔やんでいた。だからマイク・リンチに対して学問を勉強しろと随分と教育熱心だったそうだ。まあ本人は自らをゲーム好きとオタクと言っていたが生まれつきの天才だったのは間違いない。名門ケンブリッジ大学に入学すると、そう彼は在学中21歳の時にいち早くコンピューターによる
指紋検出システムと顔を認識するシステムを開発した。それに特化したケンブリッジニューロダイナミクスという会社を設立したんだ。それもたまたまバーで飲んでいた昨日会ったおじさんから金を出してもらった。その人は投資家だったんだ。その金を出したやつはそのおかげで随分と派手に儲かったに違いない。ニューロダイナミクス。聞いたことあるだろうか。ニューロダイナミクス。聞き慣れない言葉だ。末梢神経の治療システムのことだ。少しだけ説明をする。人の末梢神経は全身に糸のように張り巡らされた1000個以上の神経細胞、ニューロン、それから成り立っている。そのニューロンは脳や体の部位とつながっている。そしてそのニューロン、もうめんどくさい。誰かこの話を聞いて分かる人いるか？イメージしてくれ。簡単に言おう。電気の配線だ。いっぱい集合地帯にはまとまって束ねられている。あれがニューロンだ。そしてそのニューロンをいち早く識別して顔や指紋認証を素早く行える仕組みを編み出したのがそのマイク・リンチ。これがとんでもないことにイギリスの犯罪捜査にかなり役立ったそうだ。当時の政府は金には糸目をつけなかったから、このソフトはかなりの利益を生み、いきなり彼らには途方もなく莫大な資金をもたらしてくれたんだった。こうして博士号を取得したマイクル・リンチ。彼は親友のデイビッド・タウゼルらと共に1996年、日本ではバブルが崩壊した頃だ。新会社オートノミーを設立した。これはこれまでニューロダイナミクスにベイズ推定が応用されたことが大ヒットにつながった。そう、みんなも知ってるだろう。ベイズ推定。知るわけないよな。ベイズ推定とは、ベイズ確率の考え方に基づいて観測事象から推測したい事柄を確率的な意味で推論することを示す。じゃあ簡単に言おう。原因を見ていち早くその結果を導き出す独自の統計学を数字に置き換えて用いたものである。もっと分かりやすく言うと、ベイズ推定は今ほらみんなも持っている携帯電話やスマホ、その迷惑メールを振り分ける能力に用いられている。あれこそがベイズ推定なんだ。どっから来るかわからないメールを、これは迷惑メールだと考えることができる。それがベイズ推定。18世紀には主観的に原因と結果を判断することを客観的に重んじる科学の分野では異端でございます。そう言われていたのがマイク・リンチの出現によって、今やマイク・リンチの編み出したわけじゃないが、彼が用いたベイズ推定の方がもてはやされるようになっているんだから、これまた人生というのは面白い。そう、間違いなくほら、どこかの国のかなり危機的状況を回避するためにも随分と役に立っているに違いない。わかるだろう。あっちの戦争とか、こっちの戦争とか。しかもマイク・リンチは同時期にもう一社、インボーグ・キャピタルを立ち上げ、サイバーセキュリティ企業に投資する事業も並行してスタートをした。やっと世の中にコンピューターという言葉が広まり出した時に、マイク・リンチのオートノミー社は時代を一気に牽引していくことになった。牛ばかりの田舎町だったケンブリッジをほんの一瞬でイギリスのシリコンバレーと呼ばれるまでに様変わりさせていった。そう。彼がなぜ投資に目覚めたか。ラブコメディ知ってるか？なんだ？ほら、プリティウーマン。1990年に公開した映画だ。知らないとは言わせない。ジュリア・ロバーツだ。魅力的なプリティウーマン。娼婦フッカーを演じさせ一躍有名にさせた映画。主人公リチャード・ギアが演じたウォール街きっての実業家ルイスのことを思い出してくれ。そうなんだ。マイク・リンチこそルイスにそっくりなんだ。ほら見た目はこの通りかなり違う。まあルイスは感情を持たない男という設定だった。いつだって彼は非常な手段で企業買収を繰り返し、自らの富だけを膨らませていった。
よろしくない類の悪徳投資家だった。買った会社は収益化できる部分、人だけを残し、あとはバラバラにして切り売りしていく、血も涙もない男だった。だが映画の中でルイスは、ジュリア・ロバーツ演じる売春婦、ビビアンと出会って初めて人を愛することを知る。いつしか目が覚めて、良い人間となったルイスは花束を持ってプロポーズしに行く。よかったよかった。ああ、めでたしめでたちなんてわけねえだろ。誰だってジュリア・ロバーツだったら本当の愛に気がつく。笑ってもいいとこだ。まあ正直こっちは鼻じらんだがね。この映画わずか20億ほどで作られた。それなのに700億円も稼ぎ出く前代未聞の大ヒットとなった。世界中が IT バブルに沸く直前のあの時代、シンデレラみたいな映画。そんな物語は時代にどんずばだった。合っていたのかもしれない。マイク・リンチだってあの映画を見たに違いないだろう。彼だってリチャード・ギア演じるハンサムでクールなルイスに心底憧れたんだと思う。それが証拠に、そこからのマイク・リンチ。投資や買収に専念し、ルイスにそっくりな人生を歩んでいった。まあ、売春婦を嫁にしたわけじゃないが。彼は手始めに、オートノミーのライバルだったベリティの買収に見事成功をした。その後、メールの保管や情報開示システムのザンダスなどを強気な買収を繰り返し、ライバル社を非常に次々と手に入れ、解体しては傘下に収めていった。創業から20年。オートノミーは驚くほど巨大化し、マイク・リンチはいずれイギリスのビル・ゲイツと呼ばれるまでになっていた。美しい妻と2人の娘、欲しいものはすべて手に入れていた。ところがだ、2011年、マイク・リンチは驚きの行動に出た。彼は自分と共に生きてきた自らのオートノミーをいともたやすく売却してしまった。売り先はアメリカのハイテク大手ヒューレット・パッカードだ。知ってるだろうか、ヒューレット・パッカード。よくあるだろう。HP っていう。あのアメリカのでかい有名な会社だ。どうしてそんなのに売っちまったのかって？そんなのは簡単だ。家族を深く愛する彼は憧れのルイスに本気でなれると信じていたんだ。オートノミーの売却価格は歴史史上最高額の1兆6000億円だった。すごいだろ。名実ともに彼はイギリスの大富豪で史上最高額の1兆6000億円を取った誰もが憧れるスーパースターになっていた。めでたしめでたし、はいこれで終わりというわけにはいかない。ここでマイク・リンチに暗雲がかかったのはその売却から3年後のことだった。オートノミーを売却したあの HP ヒューレット・パッカードにまさかの訴えを起こされた。罪状はオートノミーの価格をわざと膨らませ虚偽報告をして売った巨額な詐欺罪だった。もめにもめたこの裁判はアメリカとイギリスを舞台に二国間の国交までも揺るがす大騒ぎとなり、そこから13年も裁判は続いた。そして裁判の中、あろうことがマイク・リンチの身柄はアメリカに拘束をされてしまい、長くアメリカの自宅軟禁を余儀なくされてしまう。残念ながら憧れたプリティ・ウーマンにはかなり違う展開になっていった。そしてだ、今年、決心を迎えた今年だ。運命の女神はここでマイク・リンチ側に微笑んだ。2024年6月6日。ついに最終的な決断がマイク・リンチと会計担当だった CEO スティーブン・チェンバレン氏に無罪判告が言い渡されたのだ。彼らにはいくつもの罪状があったけど、どの案件においても証拠不十分であるとされ、陪審員らは結局全面的に彼らは無罪だ、そういう判決を下したんだ。これは随分前のことになる。私の友人であるシドニー・ポラック、先ほども冒頭で話を出したポラックだ。彼が撮った映画推定無罪というやつをご存知だろうが、
ハリソン・フォードが主役を演じたが、あれは実によくできた面白い映画だ。まさにマイク・リンチが世紀の大勝利を手にしたのは、敏腕弁護士として名高いクリス・モービロ氏がいたからだ。彼の大手柄だったことは、そう、あえて声を大にして言うまでもないだろう。言っちゃったけど。さて、ここまでが前置きだ。みんな、少しぐらいはリンチのことを分かってくれただろうか。ここからが佳境になっていく。長く続いた裁判に勝利したマイク・リンチは、自慢のスーパーヨット、ベイジ暗号にゲストを招いて、この大勝利を祝い始めた。ヨットの長さは全長は56メートル。マストの高さは世界で第2位を誇る75メートルという非常に美しい豪華ヨットで、時価60億円と言われている。定員は22名で、その1、今回のクルーは10名。自分と妻のアンジェラと娘のハンナがホストとなり、ゲストたちは今回の勝利を導いてくれたごくごく親しい友人たち9名が乗船と相なった。そのうちの1人はまだ1歳の赤ちゃんだったな。ベイジ暗号はイタリアのシチリアとパレルモ近くのポルティッチェロ湾から300メートルのところに停泊中だった。パーティーをしていたんだ。だが悲劇が起こった。8月19日の早朝、午前4時頃と伝えられているが、突然の悪天候と竜巻のような突風により、バリ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 と音を立て、ベイジ暗号は海に沈んでいったんだ。傾いてからわずか60秒ほどだったと伝えられて、15名の生存者は奇跡の生還だったと囁かれている。もちろん停泊中のヨットは近くに多くいたんだが、どの船も無傷で無事だったため、すぐに救助に向かったようだ。最初は雷のようなものがマストに落ちて、マストが折れたことによって沈没したと思われていたが、それは違ったようだ。海底50メートルに沈没したベイジ暗号には、マストがしっかりあることが確認をされている。専門家によると、ヨットはその構造上、たとえマストが折れたとしても、沈没なんか絶対にしないんだ。特にあのように大きなヨットだと、沈没の確率はかなり低いと言えるそうだ。ダウンバースト、ウォーターバウト。物議を醸し出しているが、果たして本当にそれなんだろうか。ただ、何らかの原因で、船底が破損してそこから浸水したのは間違いない。だから沈没したんだ。今のところ、これだということははっきり特定はされていない。何せヨットを50メーターの海面から引き上げることはそう簡単ではないらしい。生存した15名の方々は、いや、あっという間に沈没したんだ。気がついたらもう海に私は浮かんでいた。皆同じように当時の恐怖を語っている。あの晩、当直だったマシュ・グリフィスによると、穏やかでないでいたはずの海上にいきなり強風が吹き始め、風速が一気に20ノット、37キロになった。これはまずい事態だと、すぐに船長ジェームス・カットフィールドを起こした。船長は、おいみんな、嵐だ、早く出ろ、起きて逃げるんだ。すぐに起こすように伝えたが、気がつくともう船は45度も傾いていて、壁を歩くしかできないような状態だったそうだ。そんな中、できる限り多くの人間を助けようと頑張ったんだが、すぐに沈没し始めて、全員を助け出すことはできなかったらしい。この話を聞くと私は嫌なことを思い出す。だから乗り物が嫌いなんだ。私はタクシーだって時速40キロ以下で走れと言っていた。飛行機なんかもう手のほかだ。そう。私はあることを取材していて、そのことを友人に話したことがある。その彼は飛行機に乗って死んでしまった。私が口を聞いた人たちはみんな、私が漏らしたことによって死んでしまったみたいだ。本当の原因が何なのかはわからない。偶然なのかもしれない。だが、飛行機なんかを持ってのほかだし、だからニューヨークに仕事に行くときは船に乗っていた。ところがポセイドンアドベンチャーという映画を見た瞬間に、私は船もまずいんだということに気がついた。だから、なるべくイギリスで
みんなとの打ち合わせをしてもらうようにした。ポセイドン・アドベンチャーの船は大型だった。だが、海に沈む恐怖の度合いに、船の大きさなど違いはないはずだ。誰だって命は一つしかない。笑ってくれたって構わしない。こう見えても私は小心者だ。この先もうずっとイギリスを離れることは絶対ないだろうと。あの映画を見て、私はその時に悟ったんだ。話を戻す。8月19日の早朝、スーパーヨットベイジアン号と運命を共にした方たちに敬意を表して、お名前と経歴などをここでお伝えしなければなるまい。亡くなったのは先日、マイク・リンチに大勝利をもたらした担当弁護士、クリス・モービド氏、そしてその妻、ネダ。さらにその証言台に立ち、マイク・リンチ側の無罪を訴えたイギリスのモルガン・スタンレー・インターナショナルの会長、ジョナサン・ブルーマーとその妻、ジュディ、そしてコックとして乗船していたリカルド・トーマス氏。そしてだ、マイク・リンチとその娘、ハンナ。18歳だったハンナは、父と笑顔で寄り添う可愛らしい写真をよく SNS に投稿していた。しかしそのご遺体は8月23日、誰よりも最後に回収され、行方不明者の捜索は沈没から6日後に終了したんだった。ベイジアン号の持ち主であるマイク・リンチの妻、アンジェラ・パカレスは、足に大怪我を負ったんだが、奇跡的に彼女は助かった。憔悴しきった彼女はイタリア当局に、ベイジアン号の引き上げと、その後の調査を依頼しているようだ。先にも言ったように、日本でこの事件はほとんど報道されてもいない。YouTube で調べたば、2つだけだ。しかも全部1分以内。実はアメリカでもその報道はほとんどされていないんだ。あれだけマイク・リンチの詐欺事件を大きく報道し続け、その身柄引き渡しを要請し、10年以上も自宅軟禁していたアメリカのマスコミは何一つ彼らの不審な死に触れようとはしないんだ。どう考えたっておかしな話だ。少なくともイギリスではこのマイク・リンチらを襲った恐ろしい悲劇のニュースを知らない人は誰一人いない。連日連夜 BBC や GB ニュースで続報がずっと伝えられているのだ。日が経つにつれ、様々な陰謀論が SNS 上を飛び交っているのもこれもまた事実だ。その疑惑に対する大まかな意見はこうだ。まず第一に、あの朝考えてみてくれ。急変した悪天候は予測不可能なものだったと発表されている。となると、あの嵐自体が人工的に起こされた陰謀なんじゃないか。確かにあの朝、急な突風がシチリア島周辺を襲ったのは確かな事実だ。だが全長56メートルもあるスーパーヨットだけが沈む確率は1億分の1以下だと考えていい。そう専門家が語っているんだ。あのくらいの雨風で決して沈没しない構造になっている。停泊中にバランスを取るために船底にある可動式のキール、ヨットの竜骨と呼ばれている背骨のような大事な部位、それをたとえ下ろしていなかったとしてもだ、たやすく浸水することは考えにくい。第2に浸水した場所が特定されていないんだ。一番怪しいのはエンジンルームの通気口だろう。船の傾きに気がついてから沈没までの時間がたった60秒しかなかったのは極端に短すぎるんだ。これは大型ヨットを所有する方々皆知ってることだし言っている。ヨットの構造は起き上がり拳のようになっていて、大きな波風では絶対に沈まないように設計をされているんだ。特に60億もするヨットだ。なおさらのことだ。第3に、竜巻は起こらなかった。竜巻で沈没したと言われているが、竜巻は全く起こっていなかった。逆にウォータースパウト、わかりやすく言うと鳴門海峡みたいな渦巻きが突然できた。その強い渦は19カ所で確認されていた。
だがそれにしても近くにいたヨットには全く被害は出ていない。実際100メートル先にいたオランダ人のヨットはすぐにベイジアン号の救助活動を手伝っている。実際100メートル先にアルミ製の申し訳ない。実際100メートル先にいたオランダ人のヨットはすぐにベイジアン号の救出活動を手伝っている。第4に、アルミ製の75メートルあるマストが折れて沈没したという誤情報があったが、しかしマストは折れてはいない。救助に当たったダイバーたちによって50メートル下の海底でマストの存在は確認されている。第5に、悪天候が早朝で、たとえ皆が眠っていたとしてもだ。乗務員は10名中9名生き残っているんだ。船員たちは一番悪いところで寝ているのにだ。なのに、マイク・リンチ親子を含むゲストルームにいた6名が亡くなっている点だ。なぜだ？なぜゲストたちの半数が逃げられなかった？船長が異変に気づいた時には船が45度も傾いていたのは事実らしいが、彼らは無事に逃げおおせることができた。VIP ルームの部屋のドアにまさか鍵でもかかっていたというのか？誰かがかけたのか？というこのように陰謀論はいくつもあるが、一つだけ共通した私たちの妄想のゴールがある。それは何者かによって意図的にピンポイントで攻撃をされた可能性だ。夜明け前に人工的な嵐を起こすことなど、実は今の技術をもってすればいともたやすいことだろう。1975年には人工気象兵器を使わないというのを国連で決議している。その昔からあったもんだ。実際レーダーに感知されずに水深50メーターを這うように進むドローン兵器も存在しているというのも事実だ。こうなるともうこれは運悪く遭遇した自然災害ではなく、意図的な大量殺人なんじゃないか？大抵の人が今これがゴールだろうと確信しているに違いない。イタリア政府による必死な捜索活動が続く中、誰もがもう無理なのではと感じていながらも、彼らの無事を祈らずにはいられなかった。神に祈ったんだ。映画アビスの結末を皆思い描いたに違いない。米軍の原子力潜水艦から落ちてしまった原発を解除するため勇敢な主人公バットが一人深海へ向かう。だが深い海の底で溺れかけた時、突然海底にいる美しい未確認生命体たちと遭遇をする。バットは突然呼吸をするパワーを得る。そして見事に原子爆弾を解除し、彼らも自らも生還を果たす。深海の奇跡の物語。それがあのアビスだった。だからみんなはマイク・リンチならばアビスがきっと助けてくれるんじゃないか。1万分の1の確率にかけて祈ったんだ。マイク・リンチは6つの罪で訴えられていた。 HP ヒューレット・パッカート社との裁判の話に戻るが、今年6月6日、その判決でマイク・リンチと共に無罪を勝ち取った人物がもう一人いた。オートノミー社の元 CEO、副社長で会計責任者だったスティーブン・チェンバレン氏だ。ジョギングが趣味だった彼は8月17日の朝、ケンブリッジのいつものルートを走っていた。その時不幸にも交通事故に遭ってしまう。そして8月21日のスティーブン・チェンバレン氏の死亡が大々的に報じられた。その直後だ。シチリア島で行方不明となっていたマイク・リンチ氏の死亡が正式に発表された。いくらなんでも HP 社との裁判の後、関係者がこんなにも死んでしまうのはおかしいじゃないか。イギリス中が陰謀説でそれはもう大騒ぎになっているのも当然のことだと思う。さらに続々の情報があり、HP 社に詐欺罪で訴えられ、すでに有罪が確定し、先に刑に服した2名も出所後に不審な死を遂げている。いずれにしてもマイク・リンチを個人的に支持していた人物やその関係者たちがこの時で10名こぞって世を去ったのは間違いのないことだった。
アガサ・クリスティの名作、そして誰もいなくなったと同じだ。登場人物が次々と死んでいく、そしてラストは誰もいなくなる。ベイジャンゴ、国を牽引してきた大物の死というものが、未来に何を物語っているのか私たちは理解できてはいない。そしてそれはかなり無防備な状況だと言えるだろう。危機管理能力を失うことはその国力の脆弱さがつながっていく。一人一人が自国への愛国心と同時に危機感を持って生きなければ真の平和は得られないんだ。かくいう私の心臓もあの朝ピタッと止まってしまったが、実は次回作の準備はもう進めていたんだ。タイトルは AI。この企画は私の死後スティーブン・スピルバーグが映画化をしてくれたが、私の意図する内容とは随分異なっていたが、実現してくれた彼には実に感謝をしている。残念ながらこの地球は人間が生み出した人工知能 AI の誕生とともに、すでに世界中で大きな革命が始まってしまったんだ。多くの情報は次々と絶え間なく流れ出しているだろう。己を磨き、何が真実かという見極めができないと情報のつまみに襲われるんだ。この先間違いなく AI はたやすく人間を支配し始め、人々は滅んでいくだろう。冒頭にも言ったが、1990年代になってコンピューターという言葉が一般的に広がり、携帯電話が姿を現し世の中が様変わりしていった。そんな時、イギリスでいち早くソフトウェア開発に貢献したのが若き日のマイク・リンチだった。彼は間違いなく類まれなる天才ゲームオタクだった。ふと何か思いつくこと、それは全て具現化していく。できないことはない。実に気さくでアーティスティックな人生だった。一本のクレヨンを持った子供が際限なく次々と絵を描き出すように、その発想は尽きることがない。実に無邪気でいい人間だったと皆が彼のことを惜しんでいる。今から28年前だ。彼と共に田舎町ケンブリッジにオートミノを設立したデイビッド・タウセル。普段マスコミには登場しない彼が BG のニュースに出演し、マイク・リンチ氏のあなたの出会いと今回様々な憶測が飛び交っていますが、あなたは一体この悲劇が何が生んだんだと思いますかと問いに、デビッド・タウゼルはこう答えている。私たちはお互いに犬が大好きでね、発明することだ。ただただ楽しかった。まだ Google がない時代だったが、検索すると言うことだけを考えるだけで100億も200億も稼げた。気がつくと大企業と呼ばれる存在になっていた。だがもっと注意を払うべきだったんだ。大企業にはすぐに政府が介入してきて法律で支配をしていく。これはかなり危険な事態を招くということをもっと早くに学ばねばならなかった。呆れた話だが、オートノミーを買ったHP がうまく機能しないのも、高く買わせたと詐欺罪でマイクたちを訴えてきた。仮に有罪になると禁錮20年とも言われたが、カリフォルニアの検察はすぐに司法取引で減刑を持ちかけてきた。この場合の司法取引とは、かなりの大金を支払えば減刑してやるというものだ。マイクは戦いを選んだ。そのせいで13年間もの長き間裁判が続いたがね、最後の法廷でマイクは自らを弁護し、静かにこう言った。売り上げが思いのほか伸びなかったのはオートノミーの生産性が低いんじゃない。君たち HP の能力不足のせいだ。売り上げの不調をオートノミーのせいにしているが、本当に不調なのか私は調べたが、君たちは1年で3億6000万ドルも利益を上げているがね。この答弁で今年の6月6日全面勝訴となり、裁判に終止符が打たれたんだ。マイク・リンチはこの日本物のスーパーヒーローになったんだ。だがその勝利の祝いの日が人生の終わりの日になったとは。まったく。AI によって世界中が大変なことにこの先なっていく。なぜって、マイク・リンチという正義の指導者を失ってしまったからだ。
投資の神だと称えられたマイク・リンチ。素晴らしい人材を見つけ出し、投資をすれば確実に大儲けを繰り返していた。いや、ちょっと聞くが、あなたはどうしてそんな優れた人間をどうやって見つけ出すんだ？何か参考にした本とかあるんですか？インタビュアーに聞かれたからこう答えてる。本はシェイクスピアを読めばいいんだ。おかしな成功本よりずっと役に立つ。面接の時は自分とは全く違うタイプの何をしでかすかさっぱりわからない人間を選ぶんだ。ほら、あなたがオフィスでランチに行くグループは間違いなく気の合う人間たちだろ。だがその中にあなたより優れた人間はいないはずだ。その通りだ。ブラボー。考えても見てくれ。合コンの幹事は自分より美人とか連れてこないだろう。人間とは無意識に自分が勝つために必然的に同じような行動をとるもんだ。だが私はこう見ても運命論者だ。マイク・リンチ、君の話を書いてよく分かったことがある。君が愛したベイジー推定とは、なんともあやふやなこの運命ってやつを決定するために行き着いた答えだったのかもしれない。思い出してみてくれ。あんなに苦手だったはずのパーティーをどうして君が開いた？君は自らベイズ確率を用いてあの HP との裁判に勝利をすると確信していた。だが一つだけ見落としていた。あの日あのベイジ暗号で君たちの輝かしい人生が終わるという確率をだ。ベイズ確率で大儲けしたオートノミーを HP に売った。その金で妻のためにあの船を買った。船には感謝と尊敬を込めてベイジ暗号と名付けた。その瞬間、ベイズ確率はこの船と君たちが沈んでしまった悲劇のラストシーンを予測していたに違いない。私がもし生きていたら次の映画 AI の主役は間違いなく君をモデルにしていただろう。オープニングはシチリアの海のラストシーンからだ。カメラ、海底から君の人生のかけらを拾い集めているダイバーだ。類まれなる天才マイク・リンチの59年間を今ここでこうして語れることをとても私は光栄に思っている。そしてこの悲劇の真相を唯一知るのは他でもない。そう。あの生存者たちだ。生き残った15名の方々が見知ったあの朝、真実を語ることを心から願っている。マイク・リンチ、君の正義だけでは決して沈黙しないだろうが、だがやはりこうとも思う。人間は皆悪でできている。だからこそ善を求める。そう思わないか？いやー、すいません、本当にもう。今お手洗い行きたい方はぜひ行ってくださいね。ちょっとまあね、深くなってこういう話っていうのはなかなか重いですしね、意外とその、なんていうか、もちろん音楽されてる。意外とね、なんか分かりづらい部分もあって、なかなか聞けない部分もあったので、実はですね、うちの玉木ですね、この本書き上げたのが今朝の9時半だったんです。今日10時入りでですね、料理を作っていて、後半の、なんでしょう、後半13ページ以降ですね、ようやく初めて読めたというのが、本当はね、音楽もね、入れようと思っていろいろやっていたんですが、もう時間がなくなってしまってですね。まあでも、どっちみち本当は音楽入れないでどこまでやれるのかというのを試そうという、そういうこともね、やっていたんですけれども、まあまあ、なかなか誤字脱字があって、ちょっと何言ってたかわかんないんですけど、みたいな、そんなところもちょっとあったかもしれないんですが、そこら辺はご勘弁してください。YouTube に上がるときにはちょっと字幕を入れて分かりやすいようにしますんで。ね、どうも本当にありがとうございます。まだまだこれから宴は続きます。私もちょっと料理作らなきゃいけないんで、こんななんか真っ白な、あれでもね、困っちゃうんで、まだこれからちょっと鶏肉とですね、あとスパゲッティを2種類ほど作ってですね、あとはビーフシチュー、ぜひとも飲んでください。
昨日からすごいいっぱい肉入ってますんで、残さず食べてほしいです。なんか今日本当いつもより多くできちゃって本当残念。じゃあ、またご歓談をありがとうございました。